はじめましての方もこんばんは。あまりの暑さで溶けそうで眠れない男ゆちです。最近は夜でもめちゃくちゃな暑さ。皆さん水分補給は大事にな。そして今回からライトが少し新しくなりました。新しいライティングのため少し不慣れな部分がありますが、初物なので寛大な心で許してやってほしいです。このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを早速見ていきましょう。今日作るプラモは HG ムーンガンダムです。なかなかいい出来らしいので結構前にガンダムベースに行った際思わず買ってしまいました。どれほど良いのか早速ムーンガンダムを組み立てて見てみましょう。組み上げるとこんな感じ。HG とは思えないほどモールドが細かく彫られていて、プロポーションがとてもいい。可動域も申し分なくとてもよく動き、細かいスラスター部分もよく動きます。このキットで気になるよっていう点は、サイコプレートの接続ジョイントが少し緩いところですね。それよりもユチよ、なぜ灰色になっているのだと思った方、本当は最初このようにクリアパーツだったのですが、クリアパーツだとディティールがよくわからないのですよ。なので気づいたらサーフェイサーを塗っておりました。サーフェイサーを塗ったのはもう一つ理由がある。今日はこいつを改造するためだ。改造する前にムーンガンダムのディティールを細かく確認して改造できるかをチェックしていた。さあそれでは今日の改造のお相手を見ていきましょう。今日の改造はいつもと違って、そう、まさかのガンダム同士のミキシング。ミキシングのお相手は鉄血のオルフェンズの主人公機 HG ガンダムバルバトスルプスです。ただ素組みをしただけでもかっこいいこの2機をミキシングをすればさらにかっこよくなるってことよ。完璧なプランだ。ただ一つ不安があるとするのならば、あんなに美少女とガンプラのミキシングはやっているのに、ガンダム同士でのミキシングは一度もやったことがない。だが数々の美少女を生み出してきたんだ。なんとでもなるはずだ。それでは今日はレビューなどはカットして早速改造の方行ってみよう。では行こう。まずは足から見ていこう。足は太ももの部分の関節をがっつり切り落とし、太ももの上部にはバルバトスの関節を切り取り接着する。これでバルバトスの装甲が太ももに接着可能。バルバトスのふくらはぎパーツは余分な部分を切り落とし、ムーンガンダムのブースターを取り付け、さらに足首の装甲を足したらふくらはぎのスラスターの完成。つま先パーツはバルバトスのパーツを使いたいため、ムーンガンダムのこの関節をバルバトスの足にはまるように細かくし、その後接着。だがしかし、まっすぐは立ててない気がするので、かかとの高さを調整する。既存の接続部分を切り落とし、新しく 3mm の穴を開けたら、かかとをひっくり返してはめればいい感じの高さに収まる。ここで足全体を見てみよう。元のムーンガンダムの足を改造するとこんな感じになる。ところどころでバルバトスのパーツがあり、これならがっつり地上戦ができそうだ。続いて腰パーツ。前面の腰パーツの中央はバルバトスを使い、両サイドはムーンガンダムの装甲を使う。そして両サイドはバルバトスの装甲を使う。背面にはムーンガンダムの装甲を取り付ける。そこでまず背面の接続軸をスッキリさせ、ムーンガンダムの腰の関節パーツを切り取り、バルバトスの腰パーツに移植します。これでムーンガンダムの装甲が取り付け可能。そして胸元は中央にバルバトスの装甲を残し、両サイドにムーンガンダムの装甲を移植。改造した胸、腰周りがこんな感じだ。思った以上にムーンガンダムの装甲がバルバトスのフレームにぴったしですね。さあどんどん行きましょう。まずムーンガンダムの肩パーツをパーツセパレーターで分解し、いらない部分をニッパーで切り落とす。そして裏面には 3mm のプラボを仕込んでおきます。そしてさらにこのプラボを活かすためにバルバトスの肩には 3mm の穴を開けはめられるようにします。肩から下はムーンガンダムの腕をベースにするのですが、二の腕は一度切り落とし、バルバトスの二の腕を移植します。さらに肘下装甲の内面はいらないのでニッパーでスッキリさせます。
そしてスッキリした内面にバルバトスの肘パーツを取り付け、さらに物足りないのでバルバトスの膝パーツをいい感じにカットしたら肘に取り付けます。出来上がった腕パーツがこんな感じだ。バルバトスの膝パーツがこんなにフィットするなんて思ってもみなかった。続いては背面のスラスター周り。バックパックはバルバトスをベースにする。その上にムーンガンダムの余っている腰パーツを使います。改造は簡単。腰の関節を切り取り、背中に接着すれば完成。スラスターの稼働も殺さず、増設走行も稼働できる。完璧だと言いたいところだが、この走行のせいで武器ラックに武器がマウントできなくなってしまった。そのために両サイドに 3mm の穴を増設し、武器を取り付け可能にできたのがこんな感じだ。今度こそ完璧だ。これで大体の武装は取り付け可能になった。さあ最後に顔だ。顔はムーンガンダムがベース。一度分解し、分解したムーンガンダムのほっぺたをヤスリで削ります。そこにバルバトスの顎を取り付け、さらにおでこにはバルバトスのアンテナの接続軸を移植する。そしてアンテナを取り付ければ完成だ。元がムーンガンダムですからね。角度によってはムーンガンダムっぽさが出てとてもいい感じに仕上がりました。さあ一度ここで全体を見てみよう。どうかな。予想通り2機が手を合わせれば完璧なかっこよさが手に入るっていうことだな。さあ次は塗装って思っちゃいないだろうな。俺の改造フェーズはまだ終わっちゃいないぜ。俺はさらにここから下処理とディティールアップをするぜ。まずは合わせ目消しからだ。消したい合わせ目にミスターセメント SP を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をスポンジヤスリ600番から1000番で削り取る。これにより合わせ目を消すことができる。さらに気になる肉抜き穴にはタミヤエポキシ造形パテで穴を埋める。よく乾燥させたら再びスポンジヤスリなどで表面を整える。さあ準備運動はここまでだ。ここからが本番、モールドの追加攻撃。プラモの造形でもっとここら辺にモールドが欲しいと思ったら、シャーペンでマーキングし、デザインナイフで一度切り口を入れ、ファンテック 0.15mm で筋彫りをしていく。深めに彫ることができたら、表面がだいぶ荒くなってしまうので、一度表面をヤスリがけする。さらにそこに 0.3mm のタガネで優しく 3,4 回削れば、追加モールドの完成だ。これを各箇所に徹底的にやっていくのだが、0.15mm のタガネが折れてしまった。これじゃあ、どうやって戦えばいいんだ。そこで新しいタガネを買ってきたぜ。これで思う存分モールドを追加攻撃。そしてさらにモールドを追加したら部分的に 0.3mm のプラ板を細かく切り角っこに貼り合わせていく。これによりさらにディティールが細かくなる。そんなこんなで出来上がったパーツたちがこんな感じだ。左が作業前、右が作業後だ。一気に情報量が上がってかっこよくなったのではないだろうか。これを腕、足、すべてに行う。大変だが、これによりプラモの仕上がりはとても良くなる。だが、まだ表面に物足りなさを感じたら、丸モールドの追加攻撃。改造は簡単。物足りなさを感じた部分に 3mm の穴を開け、丸モールドを穴にはめ込むだけ。取り付けは簡単なのだが、このディティールアップ素材、ずいぶん昔に買ったやつで、現在取り扱っているお店があまりないようだ。次回やるときはお店にも置いてあるものを紹介するぜ。だがまだ物足りなさを感じたのならば、今度はブースター周りの追加攻撃。このブースターの裏側に 3mm のプラボを仕込み、ふくらはぎの裏側のブースターに 3mm の穴を開け、リューターで少し周りを円形に整え、ブースターをセットすれば完成だ。これを背中のブースターなどにもやっていく。これで大体の下処理は終了。一度塵やゴミを洗い流し、持ち手に持たせよく乾燥させます。そしたら塗装の方行くぜ。まずはミスターフィニッシングサーフェーサーを全体に塗り、サイコプレート以外をすべて真っ黒に染め上げる。黒く染め、よく乾燥させたら、今日の色のメイン、ピュアホワイト、
コバルトブルー、ローズディープレッドを混ぜて、まずは白装甲を塗っていく。今回は重厚感を出すために、角っこには下の黒が残るように塗っていく。この時、一発で塗り上げようとせず、何回かに分けて塗ると、綺麗に仕上げられる。そしてこの次に白装甲の塗り分けをするのだが、このまま白を重ね塗りすると綺麗な白が出来上がってしまうので、塗り分けする部分には一度サーフェイサーブラックを塗ります。その上からピュアブラックを少し足して白を塗り分けていきます。青装甲にはコバルトブルーを強くして青紫色に調色し青パーツを塗ります。白パーツ以外も全て角っこは黒を残して塗っていきます。赤パーツの時はローズディープレッドを強めにし赤紫色を調色し塗っていきます。さらに黄色のパーツにはコーラルオレンジ、マイルドオレンジを使って頭のアンテナや胸の排気ファンなどを黄色く染め上げます。肘の装甲や丸モールドにはミスターカラーダークアイアンで塗ります。一応この塗料はメタリックなのですが、ちょっと控えめなメタリックなのでとてもいい。そしてブースター内には一度スターブライトシルバーを塗り、その上からウルトラマリンブルーを塗り、ブースターの内面を青く染め上げます。その次にブースターの周りや関節などをスターブライトアイアンで塗ります。そしてよく乾燥させたら一部マスキングをし、ミスターカラーのスーパーカッパーを使って関節の一部を銅色に染め上げます。この後さらに一部マスキングをし、スターブライトシルバーを塗ればこんな感じだ。ガンダムフレームは割と内面が見えるため、このように内部フレームをきれいに塗り分けておけば見栄えがすごく良くなる。次にミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使ってサイコプレートを灰色に染め上げる。そしてその上からクリムゾンレッドを使ってサイコプレートを赤色に染め上げる。そういえば皆さんムーンガンダムは読んでいますか？僕は5巻で止まっております。漫画だけではなくスマホなどで一部アニメになったりしているらしいのですが、個人的には OVA か何かでストーリー全体のアニメーションが見てみたいと思っております。ちなみに僕の一番好きなシーンはユッタとガンダムがおじいのために怒るシーンです。クリムゾンレッドの上には純色マゼンタを塗り少し紫色にします。さらに一部マスキングをし、ウルトラマリンブルーをさっと塗ってサイコプレートの塗り分けをします。そして仕上げにファレホのエレクトリックブルー、インテンスバイオレットを使ってちょっとしたメタリック塗装にします。これでエアブラシによる塗装は大体終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずはライトグリーンとイエローグリーンを混ぜ、この電源ボタンみたいなマークを塗っていきます。はみ出てしまった場合はエナメル薄め液を綿棒に染み込ませ拭き取っていきます。エアブラシで塗り分けがしづらかった部分にはメタリックグレーで一部をメタリック塗装します。そして頭部のラインにはファレホのグリーンフローレンスを使います。こちらは水性塗料なのではみ出てしまった部分は水でさっと拭き取りましょう。そしてデカールは市販で売っているものを組み合わせます。デカールは使いたいデカールを切り取り水につけ剥がしたらマークソフターをさっと塗り貼り付けていきます。こんな感じでいろんなところにデカールを貼っていきます。ちなみに貼ったデカールの水分は綿棒で拭き取りましょう。そしてメタリック部分に一度マスキングをし全体に艶消しをさっと拭きます。よく乾燥させたら今度は汚し塗装をしていきます。まずは墨入れブラックを全体に筆で大雑把に塗っていきます。こいつはエナメル塗料です。プラモが腐食して壊れやすいので関節などには染み込まないように塗っていきましょう。そしてこの時ついでに墨入れも一緒にやっていきます。全体にまんべんなく塗れたら綿棒にエナメル薄め液を染み込ませ液だれをイメージしながら今塗った墨入れブラックを拭き取っていきます。この時重力を意識して綿棒を一定の方向に流すと綺麗に仕上がります。出来上がったのがこんな感じ。
どうでしょうか。ワントーン下がってちょっと暗くなっていい感じになりましたよね。さらにこの上にチッピング。ブラックの塗料をスポンジに染み込ませ、ティッシュで少し塗料を拭き取れば、スタンプを押す感覚で倉庫に汚れを塗ることができる。汚れすぎは逆に見栄えが悪くなるので、塗りすぎには気をつけましょう。そしてさらにクロームシルバーを角の本当にてっぺんのところにチッピング。これで塗装が剥げて内面の金属が見えてる表現になる。チッピングが終わった足がこんな感じだ。この汚し塗装作業を全てのパーツにやる。それが終わったら最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜ、全体に塗ります。さあ、これで全ての作業は終了。これが眠れない男ユチによる初めてのガンダム同士のミキシングだ。今回のムーンバルバトスはいかがだったでしょうか。久しぶりのガンプラで、僕は色々な部分で気合が入りすぎて、細かく作業して制作にだいぶ時間がかかってしまった。だが、僕の作品の中では過去一に綺麗にできた気がするので、満足だ。さて、今日の動画はこんな感じだ。今日の動画も面白かった、楽しかったよと思った方は、チャンネル登録、熱い高評価、熱いコメントよろしくな。さて、皆さんはお気づきになっただろうか。実は今回、ハンドパーツはムーンガンダムだけでいこうと思っていました。ですが、僕がバカなばっかりにハンドパーツをなくしました。なので、動画内ではバルバトスとムーンガンダムの手が、特会引っかいされていました。まあ、でも、違和感はなかったはずだよね。万事 OK だよね。大丈夫だと思いたい。それでは次回の動画でお会いしましょう。またな。